ついつい人を助けるってこともまず大事なんですけれども、ちょっと助けていただけますかっていう一言が、どれだけ自分も相手も助けることになってるかっていうのには気づきにくいですよね。そうですね。ようこそみなとロミのビジョン心理学サロンへ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。そろそろチャック博士が来日いたします。5月の2日から3日、4日、5日までの4日間、はい。チャック博士の来日セミナーが開催されます。燃えてますよ、チャックさんは。テーマがね、はい。また壮大なんですよ。はいすごいです。天の扉を開く。はい。Heaven's Gateway という、そういうタイトルでね。チャック博士の持ち味である心理学的な見方と、それからスピリチュアリティとのその結婚っていうね、その両方の良さが味わえる、そんなセミナーになるんじゃないかなと、今年も楽しみにしています。お部屋の中にね、いらっしゃるだけでもちろん癒されるし、それからその実習をね、たくさんするんですけれども、グループワークって言ってね、それはね、今年だけじゃなくて一生使えるんです。すごいですよね。何年も毎年新しい実習をジャックさんは考えつくんですけれども、このエクササイズを作ることは天才的に素晴らしいんですよね。こんな気持ちを感じさせてくださるのかっていうような、自分の中にこんな気持ちがあったんだって開いていただけますよね、エクササイズで。チャックさんはね、エクササイズが来てるんだけれども、今、生まれてくるのを待ってるんだよ。って言って、そのセミナーの間に産んでらっしゃるんですよね。だから本当にそこで、このライブで、そこに集まった人々がどのように今後助けていけるかっていうことで、お土産としてもね、置いていってくださいますから、ぜひ会場にもお越しいただいて、で、そのエクササイズをね、宝物にして、お使いいただけたらなって思うんです。私は一番最初にチャック先生のセミナーに出たのって、多分もう30年近く前なんですけれども、その時にチャック先生からいただいた実習、エクササイズを、その後10年ぐらい繰り返し、今私はまだここのところが腑に落ちてないんだなとか、私の今の人生ではまだこれが手放せてないなっていうたびに、そのエクササイズを引っ張り出してはやってみてって、10年ぐらい経った時に、やっと私これをものにしたぞって思った。わかります。わかります。それぐらい、ね、人生にとって大きなものになる可能性がありますよね。そうですね。すごい大きな人数のね、セミナーですし、やっぱりそれが世界の人と繋がっていますから、大きな違いをね、生めると思うんですよね。だから何か今自分が、自分の罠、ね、昨今なんかいろんなエネルギーがありますからね。苦しい人いますか？私思うんですけど、今回も天の扉を開くって、とても壮大なテーマじゃないですか。で、そういうちょっと大きくて、で、偉大な、キラキラした感じの目標とかを持っちゃうと、途端にエゴが騒ぎ出す。そうなの。なと思って。そうなの。ね、なんか急にどっか行きたくなっちゃったりね。そう、逃げたくなっちゃったりとか、なんていうのかしら。それをちっぽけなものにしたくなっちゃうっていうのが。そうですね。それが何よみたいな、なんかそんな自分が出てきちゃったりとかね。何かね、今世界でもいろいろなことが起きていますから、やはりその共通のね、この癒しを持って、集まるっていうことは、それだけでもパワーがありますから、そこでみんなが集合無意識を癒していくと、様々なね、天変地異も戦争も、この人間の集合的な集合無意識の未完了が現れてきているっていうふうにチャックさんおっしゃるので、それを癒せないことはないわけですよね。で、世界が内側にあるわけですから、自分の中の人との喧嘩とか、あの人なんか知らないっていう気持ちとか、もう口聞いてやるもんか、みたいな、そういう小さなことが世界にどのような影響があるかっていうこともまた見えてくるきっかけになると思うんです。もう心理学だけではなくて、戦争がなぜ起こるかっていう議論をするときに、必ず一回は、それは人間の持っている心の中にある、悪っていう言葉を使っていいのかどうかわかりませんけれども、心理学的に言うと、エゴ的な部分が触り出したことによって、導きさされるものっていう見方があります。ということが、逆に言ったら自分で自分のエゴっていうものと向き合って、それを溶かしていくっていう努力が、やっぱり平和に対する貢献かな、なんていうふうに思いますね。そうですね。で、そのチャンスです。ね、私たち一人ではないんだなっていうことがわかるし、なんでしょうか。
繋がってないと、いとも簡単に私たちは人を攻撃し、自分も攻撃してしまいますからね。で特に自己攻撃って無意識のうちに始まり。そう。うるさいよね。うるさいうちにどんどん進行していって。うるさいよね。めちゃめちゃ自分のこと責めてたりとかしませんか？本当に無意識に朝起きた途端にエゴも起きてきますからね。始まりますよね。なんか朝、7時に起きるはずだったのに、7時で目覚ましを止めちゃって、7時半になっちゃったっていうだけで、朝のスタートがから始まるっていう。私はね、最近すごく早く起きてるんだけど、すぐに行動できないの。あ、そう。なんかこうダラダラしちゃったりとか、なんかこう、これをやってあれをやってって前日の夜にこう決めておくんですけど、パッて動けないんですよね。でなんかどんどん、なんていうのゆっくりになっていくわけ。もう時間みたいな感じで、なんかやっぱりすごくこう、ざわついているのか、いろいろなものが感じ取られて、どんどんこう、のろくなっていくみたいな、そういう体験がありますね。私もそうです。あ、そうですか。ゆっくりです。で、瞑想の方が先って思いながら、先にメールチェックしたりとか、スマホチェックしちゃったりとかしちゃって。なんかこの、無意識だけど、いろいろな SNS とかあるじゃないですか。で、どんどん流れてくるでしょ？だから、ある意味、見せられてるわけですよね。そうですね。で、AI でね、この人はこれに興味があるんだなって言ったら、それに、なんかふさわしいような広告が出てきて、あ、じゃあこれも見てみようかな。じゃああれも見てみようかな、みたいになっていくんだけど、それで時間がこう食われちゃうじゃないですか。どんどん取り込まれていっちゃう。そうなの。テレビとかでも CM とか別に見たくないのに、ね、見てるなっていう感じがするから、やっぱり無意識的であるっていうことも一つの自己攻撃だなって思うんですよ。ですね。無意識に飲んじゃうとか食べちゃうとか。それもいいです。ついつい、もう一口、そのチョコレートみたいな感じになってますね。そうですね。だから無意識って意識がないって書くから、自分がいかに無意識に自動反応的に自己攻撃をしているかっていうことに気がつくと、まあ、ずっと走ってる自己攻撃をこう切って止まって、こうスペースを持って選択し直すっていうことができるから。一つでも選択し直せればいいんですよ。たくさんのことを全部完璧にやろうと思っちゃいけない。本当にそれが一番大きな罠でね。そうですね。そうじゃなくって、一つでも自分をいじめる選択、自分が無意識的に自分をいじめるようなことをしているのを変える。お酒を5杯飲んじゃう方は、それを3杯になさるみたいな。そんな感じですよね。例えば、お友達と飲んでたら今日絶対3杯までって、3杯以上頼みそうになったら止めてとか、そういうことなんですよね。でそれで自分の肝臓を守る。そうですね。みたいなね。天の扉を開くっていうことは、自分が自分のハートを開くっていうことだし、自分が自分をこう明らかにして、弱さも明らかにして、人に対して明らかになって、繋がって、助けていただくっていうことも含めて。この助けていただくってとっても大事でね。私たちはついつい人を助けるってこともまず大事なんですけれども、なんかこれをやらなきゃっていう風に自分を追い込んでしまっていて、で、受け取ることは与えることでもあるんだけれども、ちょっと助けていただけますかっていう一言が、どれだけ自分も相手も助けることになってるかっていうのには気づきにくいですよね。そうですね。もう一瞬でもいいから、友達とハグを心を込めてする、親子でハグをする、夫婦でハグをするっていう、その時間が止まるっていうね。昔何かの歌だったかな。子供が抱っこをせがんでくるのは、もうどこにも行かないでここにいていいんだよっていうことを教えてくれてるんだっていう、牧原紀之さんだったかな。何かそういう歌詞があって、ちょうど赤ちゃんがいた時期だったから、あ、本当だ、もうこのね、赤ちゃんまだ分離してませんから、その分離していないワンネスの世界でこういう風に留めておいてくれてるんだなって思うんだけど。ついついそう思いませんよね。なんか縛られてるみたいに思っちゃったりとかして、ね。どこにも行けないとか、次あれしてこれしてとかね。そういうふうに思っちゃいますよね。だから瞬間でいいから、やっぱり天とつながる、天の扉を開くために、まあ、意識的に、まあ、立ち止まるっていうんですか。呼吸も大事だし、なんか今日ね、お伺いするときに、道に可愛いスミレとかがいっぱい咲いてて、可愛いって何咲く花が可愛いみたいな、ね、その色とか、その儚さとか、なんかこう風が強いのにすごいたくましいなとか、
ね。もう、春一番に咲くお花って、うんと可憐で小さいんだけど、一番強いそうのよなの。そうなの。だからそういうところで、こう自分のマインドが外れた時に、なんかすごく景色が広がったな、みたいに。わかる。ね。わかる。すごく勇気づけられますよね。そう。だからやっぱりどこででも、誰とでも、何とでも多分それは天とつながる入り口だし、扉なんだと思うんですね。はい。どうしても自分の内側に入った自分の頭の中の考えに縛られたり、ぐるぐるに巻き込まれていっちゃうと、なんかやっぱりそれがうまくいかないなーって思うかな。なるほどね。私がね、前の会社を辞めることを決めてから、しばらく時間をね、自分に与えようと思って、で、その時に、毎日とは言わないけれども、2、3日に一遍山登りをしていたんです。山登りって言っても、そんな高い山ではなくて、もうハイキング程度の山登りなんですけれども、で、そうするとね、そういう時に目に入ってくるものっていうのは、倒木だったりとかね、倒れた木、それから台風がわーっと行っちゃったところで、なんかもう、ごちゃごちゃに川に木が倒れ込んでいるような場面だったり、そんなところがいっぱい目に入ってくるわけですよ、自然の摂理でね。ところが、そこの倒れた木に、たくさんのキノコが、ちっちゃいキノコがわーっと出てたりとか、苔むしていたりとか、新たなね、木のね、枝がピッとかってこうやって出てるのね。で、命ってすごいなぁ。そうですね。でもって倒れても木が何かの役に立ってるっていう、それを見せてもらった時に、すごい、自然はすごいってすごく励まされたのを覚えてます。ねえ。だからいつもテーマメッセージをくれてるんですよね。励ましてくれているし。で、そのメッセージを受け取るか受け取らないかなんですよね。一人じゃないよってね。終わりじゃないよ、一人じゃないよ。始まりだよ。むしろね、そうなんです。で、そっちの方を見ることができれば、次から次へとチャンスが今度は目に入ってくる。で、そういう時に、一生懸命自分ってさ、ダメだからさ、とか、私はいつもここで失敗するのよね、とか、なんかそういう風に自分いじめに忙しいと、そのメッセージが見えてこないのもったいないですよね。もう失恋しちゃってハートが閉じちゃったんだから誰も入れないわって言って。どんどん。後ろのドアは丸開きなんだけど。忍び寄ってくるぞ。そう、入ってくるよ。ね、だからやっぱりそうやって、そこにあるすべてのものが本当にメッセージなのかもしれないですね。そうなんですよね。で、ね、天の扉を開くですから、私たち自身がそれだけハートをオープンにして、そのいろんなメッセージを受け取れるようになるといいですよね。もしかしたら人はあなたを見ると、あなたが天の扉だなって、思って恋に落ちる人だっているわけだから。それって素敵。そう。だからそんな風な人にあなたもなっていくかもしれませんよ。いいですね。それはね。本当に誰かの天の扉になりたいわ。ね、本当ですね。ね、ぜひ5月にご一緒できたらなと思いますし、今元気がないなって思う方も、さっきのね、ロミちゃんの美しいお話のように、いつもそこに一緒にいてくれる存在でね、いますし、いつでも私たちのまたご連絡をいただければね、セミナーとかセッションでも。お背中をさせていただきますので。本当ですね。はい。つながって、ね、この大変な時を一緒に過ごしていきましょう。そうです。ね、あなたは一人じゃありませんよ。はい。またね。それでは、見てくださいね。Love you。お知らせです。みなとロミの話し会。4月9日木曜日、19時半から2時間です。ズームにてライブで行いますよ。テーマは、5月のチャック博士のセミナーを 120% 楽しむ。検討中の方も、みなるみセミナーを体験したいという方も、お待ちしております。楽しみにしてください。はい、お待ちしてます。